俺この間一人でカラオケ行った時一人で応募したんだけど本当にバレないようにマジでやってるんですよ。今回は、ソニーミュージックの本社来てます。本社、オーディション参加者に向けたアドバイスとかなんか聞けたらな。なるほどね。連れてきたんですけど担当してるアーティストリンクシシプリっていう声だけでもなんか伝えられるものって結構あると思うんですよね。人が世界って深い風に言うからさあ、また来ましたね。来ました。じゃあ次のターゲットを捕まえに行こうかな。前回はちょっと騒がしくしちゃったもん。なんかもっとなんかスッと来たよ。確かにちょっとスマートに、そう一瞬で蹴りつけた方がいいかもしれない。警戒してる方ですよな。雨、おい雨止まなかれてる。お前はすぐその場にかかる。誰かいけそうな人いる。優しそうな人がいるな。確かにちょっと優しそうな人。高井がさ、ちょっとファーって見回ってさ、優しそうな人見つけてこっち報告してる。どうだ。いた。うわ、いた。手動で。赤羽顔抜け。やばい、どうぞ、やばい顔してた。やばい、追ってかくる。ごめん、みんなごめん。これは大変なことになってきた。おはようございます。起きてください。おはようございます。自分の名前は言えますか？小川です。ということで、小川さんに来ていただきました。小川さんですね。ありがとうございます。無理は良かったね。ということで、改めて小川さんに来てもらいました。どうもよろしくお願いします。ということでね、小川さんにいろいろね質問を聞いていきましょうか。早速なんですけども、今担当しているアーティストだったり、これまで担当したアーティスト聞いていいですか？ジュジュ。クリーピーナッツ。すごい人しかいない。いやもう適当にあの人捕まえようって捕まえてきたのにみんなすごいじゃないですか。すごいの担当してると。なんて名前の会社でしたっけ？いやそうね。めちゃくちゃお世話になってるね。小川さんは初めて見るアーティストの場合ってちょっと注目してるポイントとかってあったりします？初めて見る感覚というか、聞いたことない声とか、衝撃的なものを探してますかね。ガツンとくる何か今まで聞いたことないですこれっていうだけですね。B1ですね。今回のこのワンビリっていうオーディションなんですけど、だいぶ声を重視したオーディションになってまして、 A&R から見て意識した方がいいポイントとかってあります？声、個人的には、低いところを歌っていても高いところに聞こえるのがその倍音が精度の高い声っていうのがすごく気になる声だなと思っていて。倍音出せる？ワンエアビリオン。ちょっと本当にわかんない。仕組みが全然わかんない。その倍音できるアーティストさんってどういう方がいらっしゃるんですか？洋楽ですけど、ドレイクとか。ドレイク、ラッパーの人でしたっけ？そうですね。その曲とか結構音数少ないんですけど、ちゃんとこう歌がど真ん中にあって幅広く聞こえるというか、プレイリストとかでこう並んだ時に大きく聞こえたりする。それがやっぱり声魅力的ですよね。バイオンがいいな。いや、バイオンって言ったらだって今ライオンと同じですよね、イントネーション。ライオンと一緒です。俺バイオン出せるわって人いるかもしれないし。確かに。お前まさかバイオン使い？能力者みたいな。バイオン使いいるかもしれないから。すげえ、そんな声のあれがあるんだ。確かにオリジナリティあるもんな、それもな。このオーディションなんですけども、勝ち抜いていくとメジャーデビューが決まるんですよ。この
メジャーデビューした後って、実際何をしてもらえるのかよくわからないと思うんです、参加者は、実際何をしてくれるんですか？メジャーのスケール感みたいなものがすごいあると思うんですよね。その担当のスタッフだけじゃなくてこう宣伝してくれる人だったりとか、言ってくれる人っていうのも何十人とかいたり何百人とかいたりするんで、組織力っていうのはメジャーでなきゃやっぱ味わえないことだし、今までそう届かなかった人たちに聞いてもらえるようなチャンスがもらえたりとかっていうことはやっぱりメジャーならではかこれそのアーティスト一人に対して大体どのくらいの数のスタッフがいるんですか？吉本でいうと 0.2 とかな一理見てない。まあそのチームでやってるんで、1人に対してつくわけじゃないんですけど、100人でもそうだよね。いろいろプロモーションが来たりとか考えたりしたら、そうね、いろんな部署がだってとかね、確かにそれ頑張ろうと思えるもんね。そんだけの人いたらやっぱり人たちのためにもやっぱ頑張るし、でみんなにも聞いてほしいし。ちなみにさっき斉藤さんにも聞いたんですけど、この中でちょっと耳を引く声というか、この普通の会話してて、そう確かにそれから一番バイオンに近いバイオンが出せそうな練習すればバイオンいけんじゃねえか。やろうと思えば出せそうな。バイオンに近い。ちなみにこれ育成っていう面ではどういう育成っていう面ではもともといいものを持ってれば、そのやっぱメジャー、そこからメジャークオリティにするっていう、例えば音のレコーディングだったりとか、曲の作り方だったりとかっていうことはやっぱりサポートできると思う。でもとにかく斉藤さんも言ってたけど、自分の武器を展示するみたいなね、それは大事って言ってたね。あと最後にこのオーディションに参加する参加者へのアドバイスとかって？結構歌手の方でも本当はその低音が魅力的なのに結構高い歌ばっかり歌っているなっていうのが個人的に思ったりする方もいたりするんで、さっき言ってたみたいな自分の声を知ってこう自分の武器というかっていうのを自分で分かっていながらそこを伸ばすことっていうのはすごく大事だと思うので、自分に合った持ち味を生かせるような曲ねみたいな。じゃあいろんな歌が買った方がいいってことですね。その固執しないでというか。そうですね。なるほど。いろんな可能性を試してほしいってことですよね。どの辺見ながら。どうした高い？希望も何もない飯。可能性の話してるのに。ということで貴重なアドバイスいただきましたね。すごいありがとうございました。ありがとうございました。すごいわ。じゃあすみません。これです。バレないします。できるか。これでなかったことになるぜ。記憶が残ってますよね。記者までの記憶なんですソニーミュージックプレゼンツ One in a Billion 第1シーズンは男性ボーカリストオーディション。グランプリアーティストは2020年春のデビューがすでに決定。2020年世界は君を知る。